ルキャンの聖地巡礼を済ませまして、続いてはですね、道の駅塩見坂だったかなに行ってみようと思います。ご飯をですね食べたいんですけど、食べるところがなかなか見つからないので、だったら道の駅でっていうところで、これですよね。本当は美味しい店とかに、ここならではの店にね行く方がいいんでしょうけど、事前に今日は調べてないので見つけることができなかったんですよね。ですので、この辺りで食べれるものを食べるのなら道の駅がいいだろうというところで、道の駅に行こうとは思いますが、浜松ならではの何かものが美味しいという場所が聞ければよかったんですけどね。この先は道の駅塩見坂を目指していきます。道の駅塩見坂は国道1号線のバイパス沿いって言ったらいいですかねにありますので、このまま国道1号線のバイパスに乗っていきます。先ほど通った道を戻って浜名大橋を再び渡ります。今度は左側に海、右側に浜名湖見えるはずです。わー、すごいな、海岸線がめっちゃ見える。左側に海を見ながら国道1号線のバイパスを走り抜けていきます。この付近は一般国道ではありますが、制限速度が80キロとかなり速い速度で走ることができます。国道1号線をしばらく走ってきまして、道の駅塩見坂の看板が見えてきます。結構多いね。ここからですね、もう一度浜松の方に戻っていこうと思います。今日はですね、一日浜名湖から離れないというところでですね、
また浜名湖に戻ってまいります。道の駅潮見坂っていうのかな、あれは潮見坂でお食事をしてみましたけども、僕はうな丼を食べましたが、うなぎ自体がですね浜松産のものを使われているってことで、値段はですねかなり高いと思います。道の駅で食べたご飯の中でこれまで過去最高額でした。3000円ぐらいしてましたかね。うなぎは美味しいのは美味しいんですけど、ただやっぱりしっかりとちゃんとしたうなぎを食べるのであれば、うなぎ屋さんに行くことをお勧めしておきます。もうまずいとかそういう問題ではなくてですね、うなぎとかもやっぱり職人さんが焼くうなぎの方が美味しいと思うので、道の駅で出せるものが美味しくないとかそういうことではなく、限界があるのかなという感じはします。美味しかったは美味しかったですけどね、気軽にうな丼を食べるのであれば道の駅も全然ありですけど、なんかちゃんと食べたかったらやっぱり普通のお店の方がいいかなっていうふうには思いました。他にもこの辺りの名物のものがいっぱいありますので、しらす丼とかですね、海苔丼でしたっけね、生海苔の丼とかありますので、そちらの方がどちらかというとおすすめじゃないかなと思います。でこれからですねまた浜名湖の方に向かって浜名湖フラワーガーデンみたいなところがあったので、ちょっとそちらの方に行ってみようかと思います。もう残念なんですよね、天気が。やっぱり僕は動くと雲が出るみたいな、そういう感じになるのかもしれません。もともとはねこっち方面じゃなくて尾道に行くつもりだったので、こっちの天気も見てなかったんですけどね。浜松近辺すごく楽しめてるなという感じはします。晴れてたら言うことがないみたいなところですね。夕系の浜名湖とか見れたら多分すごい綺麗なんだろうなと思うので、夕方までいてね日が沈むところを見たかったんですが、それは叶いそうにもありません。国道1号線の新井弁天インターチェンジを降りまして、浜名湖ガーデンパークに向かっていきます。これまで走ってきた道を戻っていく感じに途中まではなります。うわー、新幹線。浜名湖まで戻ってきました。今思うとですね、ゆるキャンの聖地巡礼もうちょっとする場所いろいろあったよなとは思ったんですけども、浜名湖ガーデンパークに行こうと思ったのはこのタイミングでですね、浜名湖花博2024が開催されていてですね、それだったらせっかくこっちに来たので行ってみようということで浜名湖ガーデンパークに行くことにしました。先ほどの交差点を直進すると、ゆるキャンのシーズン2でですね、りんちゃんがお風呂に入っていた旅館ですねがあって、そして弁天島海浜公園がありまして、鳥居のところに夕日が沈んでいくっていう様子がですね映し出されていた場所があります。中之島大橋渡ります。これを今度はまっすぐかな。すごいな、中洲みたいなところがいっぱいあるね。これも景色良さそうやな、止めてね。あれやね、ガーデンタワーでしょあれ。オッケー。よし。あそこで500円払う。
の子見ながら走れるやん。晴れてたら夕日が当たったら綺麗なんやろな。今日もやってるわ曇ってるわ、もう最悪やん。富士山も見えるはずやないけどね。浜名湖フラワーガーデンに行ってまいりまして、ちょっと今たまたまなんですけど花博やってて、いろいろな花がですね植えられていて綺麗に整備されていて見応えがありました。お花好きの方だったら、全然来てみても一日楽しめるんじゃないかなという感じです。もう花博といえばですね、大阪の、僕中学生ぐらいの時だったんですけど、大阪の鶴見区ですねっていうところがあるんですけど、そこにある鶴見緑地公園という場所で開かれたですね花の万博以来みたいな感じで行ってみました。当時はですねなんちゃらかんなんちゃらかんみたいな感じで万博みたいな整備がされていたので、当時は本当にパビリオンとかが多くて、なんて言ったらいいんですかね、万博みたいな感じだったんでしょうね、きっと。結構見応えあったりとかしましたし、人もものすごく多かったですけどね。そういう感じではなかったですけどね、純粋に花を楽しむみたいな。ゆっくりとこんな感じで車で浜名湖まで来たのは初めてで、浜名湖を眺めながらですねドライブしたりするのはすごく気持ちが良かったです。この先はですねもう高速道路に乗ってですね、高速道路のサービスエリアで富士宮焼きそばとかですね浜松餃子とか買って食べることができますので、そちらの方でそれだけいただいて、そしてちょっと朝早く出ているので休憩をしてですね、それから帰ろうかと思います。この交差点を左に行くと関山寺温泉があります。浜名湖周辺の観光で外せないスポットみたいだったんですが、この時はですね時間も遅くですね行くことができませんでしたので、機会があればですね改めて行ってみようと思います。左側には船で浜名湖を回ることができる観光周遊船が見えています。フラワーパーク港というみたいですね。ご注意。関山寺スマートインターチェンジから高速道路に乗っていきます。帰りはですね浜名湖サービスエリアに寄りまして、ここで食事をしようとは思っていたんですけども、あまりにも眠たくてですねこの浜名湖サービスエリアで休憩を兼ねて泊まることにしました。最後の最後に大雨に降られてしまいましたが、ビッタビタなんですけどね。浜名湖のサービスエリアで晩ご飯を食べまして、そしてですね浜名湖近くでですね作られている三日日のみかんを使ったプリン、そして静岡産の紅ほっぺを使ったプリン、これは静岡産かわかんないんですけどクラウンメロンを使ったプリンです。この3つ買ってきました。3
カビのところのですねみかんを使ったプリン食べてみます。下の方にみかんがしっかりと入ってる感じですね。ちょっといただいてみます。おお、みかんの風味をめちゃくちゃ感じます。美味しい。こんな感じですね。みかんの甘みをですねすごく感じることができます。はい、続きましていきましょう。いちごです。いただいていきます。これはいちごミルクって感じですね。いちごの旨味とわずかな酸味がしてすごく美味しいですね。もう酸味はごくごくわずかですけど、でもいちごの味はすごくしっかりします。最後がですねクラウンメロンの生とろプリンです。まあどのプリンもね同じ感じには変わりないですけどね。はいメロンの味がしっかりします。そこのところがですねちょうどメロンのなんていうんですかねピューレみたいなのがついてるんですけど、若干メロンチックな食感もあってこれはなかなか楽しめますね。どのプリンもすごく美味しかったので、また浜名湖のサービスエリアに売っていますので、よかったら購入してみてください。今回はオデッセイハイブリッドのドライブ旅シリーズ、静岡県の浜名湖でした。この日は一日曇っていましたし、天気がちょっと残念だったんですけども、一日でですね浜名湖をいろいろ回ってみましたが、まだまだ回り足りないところはあるなという感じです。今回回れなかったところは次回ですね、また天気のいい日に浜名湖にやってきて回ってみたいなと思います。このチャンネルではオデッセイハイブリッドに乗ってドライブに出かけたり、オデッセイハイブリッドのことを話したりする動画のチャンネルです。オデッセイハイブリッドのことをいろいろと話をすることも多いですが、旅動画もですねちょこちょことやっておりますので、ドライブ好き旅好きの方にも見ていただけると嬉しく思います。今回も動画を見ていただきまして本当にありがとうございました。